皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。メンバーになっていただくと、まずこういう動画を1日早く聞くことができます。それとレベルが2つあるんですが、上の方に入っていただくと、週に1回特別なエピソードが聞けます。それから発音コースもやっています。英語で教えるコースなんですが、毎月1回発音チャレンジというものがあります。で、それに参加している方たちの発音は本当に良くなっているので、皆さんももし発音良くしたいって思う方がいたら、ぜひ発音コースチェックしてみてください。すべてのリンクは概要欄にあります。では、今日のテーマは、この前の選挙についてです。この前といっても2月8日の日曜日なんですけど、日本では選挙がありました。で、国会の選挙ですね。国会っていうのが日本の法律を作る場所です。で、そこの国会議員の選挙がありました。で、結構すごい結果だったので、ちょっとこれは話しておきたいなと思いまして、今日のテーマにしました。最初にそういう国会の仕組みについてお話しします。基本的なところです。で、次に、実際どういう選挙だったのかっていうことと、ちょっとした選挙制度の基本もお話しします。で、最後になぜでは、自民党が圧勝したんですけど、圧勝っていうのはもう大差をつけて、大きな差をつけて勝つっていうことですね。で、なぜ、圧勝したのか、私なりの考えを話したいと思います。で、個人的な考えです。とはいえ、最初の部分とかは、基本的な話をするので、日本の政治がどうなっているのか、あまりよく知らない人とかには本当に勉強になると思います。で、あと言葉の勉強になると思います。面白いと思うので、ぜひ最後まで聞いてください。ではまず最初に、国会とは何かについてお話しします。国会の仕組みですね。国会は法律を作るところです。で、その法律を作るとこなんですけど、2つに分かれています。で、衆議院と参議院という2つの議会があります。で、それぞれ衆議院議員と参議院議員、議員さんたちが違います。で、衆議院と参議院のうち、衆議院の方が民意を反映していると言われています。民意っていうのは国民の意見です。で、なぜかというと、まず、衆議院の方が人数が多いです。衆議院はですね、465人います。で、参議院は248人います。で、あと、衆議院の方が任期が短いです。任期っていうのは、国会議員として選ばれてから働く期間ですね。衆議院は、4年間です。で、参議院は6年間です。で、ただ参議院の方は3年に1回選挙があって、半分ずつ入れ替わります。半分入れ替わります。だから、半分の人がある年選挙をすると、その3年後にそうじゃない半分の人たちがもう一度選挙になり、その3年後に最初に選ばれた人たちが、一旦参議院議員じゃなくなってもう一回選挙ということになります。だから時期をずらして、参議院は3年ごとに半分ずつ選挙をします。で、あともう一つすごく重要な衆議院と参議院の違いは、衆議院は解散があるということです。首相が解散するかどうか決めるんですけど、これは大きく2つのパターンがあるんですね。一つは、首相が解散するって決めたとき。で、もう一つが、国会が首相に対して内閣不信任案というのを出したときです。これは、
ちょっと内閣として、内閣っていうのが、内閣総理大臣っていうのが首相なんですけど、あと他になんとか大臣、なんとか大臣っていろいろいます。で、彼らが、実際に国を動かしていくわけですね。行政府と言います。で、国会が立法府って言って法律を作るところ。で、それを実際に、政府として動かしていくのが内閣総理大臣を中心とした、行政府、つまり内閣ですね。内閣です。で、その内閣のやっていることがおかしいって国会でそういう話になって、その不信任案が通れば、それを出された首相は衆議院を解散するか、もしくは内閣総辞職、全部辞めるってことですね。全員が辞めるってことです。をしなきゃいけません。っていうのがあります。で、今回の選挙は、この衆議院の解散による選挙でした。で、今回どうして解散になったかっていうと、首相が今なら勝てる。今なら勝てるから一回解散して、議席の数を増やしたいって思ったからなんですね。そうやって衆議院は解散することができます。で、そうすると、今度その時の人気の人たちが、人気の政党が選ばれるので、やっぱり衆議院は民意をより反映しやすいとも言えます。で、今回の、選挙結果だったんですけど、自民党の圧勝でした。自民党というのが、今の高市早苗首相の率いる党です。自民党は自由民主党の省略した形です。自由の自と民主の民で自民党です。で、自由で民主と聞くと、あら、リベラルな政党かなって思うかもしれないんですけど、そんなことはないです。自民党は、保守、右ですね。右です。で、実は自民党が、第二次世界大戦が終わってから、ずっと政権を握ってきました。2回だけ政権から外れたことがあるんですね。2回だけ自民党じゃない、政党から首相が出たことがあるんですけど、結局、いろいろあって、自民党にまた政権が戻るというのがずっと続いてきました。そう、日本の首相って、国民が直接選ぶのではありません。首相、内閣総理大臣は国会議員の中から選ばれます。ですね、首相指名選挙っていうのがあって、それに衆議院の人、参議院の人、全員が参加します。で、その中で過半数を獲得した人が、首相になります。衆議院と参議院で意見が分かれた場合は、衆議院の意見が勝ちます。より民意を反映してるっていうことなので、衆議院の意見が、勝つってことですね。で、結局そうやって国会議員の中から選ばれるということは、その国会で一番多い議席を占めている、議席って人数のことですね。議席を占めている政党の党首が、基本的には首相になります。なので、ずっと自民党が、政権を取ってるってことは議席が多いってことなので、歴代の首相は、ほぼ、自民党ですね。ただですね、やっぱり、政権が長いと、浮き沈みがあります。人気がある時があったり、ない時があったりします。で、今、高市早苗首相という女性が日本の首相なんですが、彼女が首相になる前は、自民党の人気ってすごく落ちてきていました。で、その理由っていうのが、一つは、いろいろあるとは思うんですけど、多分大きいところでは、結構不祥事が多かったんです。例えば、その統一教会との関係のある自民党議員、何人も名前が出るぐらい、やっぱり関係があるんですね。それとか、あと裏金問題というのもありました。裏金っていうのは、表と裏って、見えないとこですね。だから、
正規のルートじゃないお金のもらい方をするみたいな。で、そういう議員たちがまたいたんですね、何人も。で、そういうこともあって、どんどん人気がなくなってたんです。でもそこで、高市首相が出て、女性で初めての女性議員でクリーンなイメージ、一生懸命働くみたいな、男社会の中で頑張ってるっていう、やっぱりプラスのイメージがあって、自民党の人気がすごく上がってきてたんですね。で、サナ活っていう言葉があるんです。で、サナ活って何かっていうと、皆さん、推し活って聞いたことありますか？推し活の推しは、例えば自分の好きなアイドルとか、俳優さんとか、アイドルが多いのかな。いろいろなものを押せます。で、例えばアイドルだったら、グッズを買ったり、もちろんコンサートに行って、サイン会も行って、で、あとは SNS で、その推しがどんなに素晴らしいかっていうのを宣伝するんです。で、みんなも、この人素晴らしいから知ってって、プッシュしていく感じ。それが推し活です。で、サナ活っていうのは、その推しの部分をサナエさん、高市サナエのサナですね。と入れ替えたものですね。だから、サナエさん推しの活動をすることです。活は活動です。で、そうすると、例えば、彼女の持っている、カバン首相の持っているカバンが、もう人気で今、半年先まで買えないって言ったかな。そうです。で、それが A4 の大きいカバンなんだそうですね。で、歴代の首相ってカバンは別の人に持たせるらしいんですけど、私が読んだ記事では、例えばサッチャー首相、イギリスの彼女は自分で必ずハンドバッグを持っていたと。で、それと同じように高市首相も自分で大事なものの入ったカバンを持っているっていうことらしくて、しかも、やっぱ仕事で使うからでっかい A4 のサイズ。A4 っていうのは、普通の、よくあるサイズなんです。日本だとコピー用紙のサイズって言われるんですけど、ちょっと取ってきますね。見えてない人にはわからないかもしれないんですけど、これが A4 のサイズです。A4 っていうのは紙のサイズなんですね。このサイズが A4 で、これを半分にしたサイズが英語です。で、逆にこれを2倍にしたサイズが A3 になります。っていう、そのサイズを表してるんですね。A4 っていうのが。で、A4 っていうのは、これ普通のプリンターでプリントする紙のサイズなんです。だから、仕事してたらやっぱり A3、間違えた、A4 ぐらいサイズないと、無理なんですよ。それより小さいこんなハンドバッグなんかじゃ仕事用のカバンではないわけです。だから A4 サイズであるっていうことは、仕事してますっていう証拠です。で、その A4 のカバンがもう人気で売り切れるとか、あと、高市首相が持っていたペン、なんかピンクのペンがあるらしいんですけど、それはどこのペンだって噂になって、みんながそれを買おうとするとか、あとは、やっぱり SNS で、切り抜きをしたりして、素敵とか可愛いとか、そうやって宣伝していく。それが、サナ活です。それがもう、ウィキペディアにもサナ活っていう項目ができてました。でですね、ただですね、これはちょっと考えなきゃいけないと思っていて、で、こういうのってやっぱ人気って作れるんですよね。で、私ちょっと面白い動画をこの前見まして、ある番組に呼ばれてたゲストが、かつて安倍元首相、暗殺されてしまった首相ですね。その元首相の下で、クリエイティブディレクターっていうのをしていた人だったんです。で、その人が何をしてたかっていうと、内閣の印象を SNS 上で良くする活動だそうです。だから例えば、写真写り一つにしても、カメラマンは別にいるんだけど、どれを使うかとか、聞かれたくないこと聞かれた時にどう答えるかとか、そういう印象を良くする活動を
その人はやってたそうなんですね。で、その人は、また電通っていう、でっかい広告会社があるんです。広告会社の一番大きいのが電通ですね。で、電通は、テレビ広告出したいとか、新聞広告出したいとか、そうなってくると、もう全部電通にお願いするような、すごい大きな広告代理店です。そこで働いてた人、もう辞めたそうなんですけど、その人が、かつてそういう仕事をしてたって言って、その内情をちょっと話してたんですね。で、かなり、そしたら、なんだったかな、そのイメージアップとか、かなり、そのイメージを変えるって、かなり、効果があったんじゃないですかって言って、うん、確かにありましたって言っていたので、やっぱりそういう人の存在って、イメージを上げるのに重要だと思うんですよね。だから、そういうのをうまく使ってやっているなって思います。で、それが功を奏してる。功を奏すっていうのはうまくいってるっていうことです。だから、やっぱり思うのは、そういう A4 のカバンが雑誌で特集されて売り切れとか、雑誌の特集も、多分やっぱ思うけど、これ記事にしませんかって言ってると思うし、ウィキペディアのだって記事書いてると思うんですよね。で、そうやってうまいことを盛り上げていってると思います。それでもう本当に選挙前から、高市首相は人気だったんですね。だからここで解散して、やり直しの選挙をすれば、自民党の議席がもっと増えるという称賛のもと、っていうか、そう想像して、解散をしたんだと思います。それで、ですね、実際の結果がどうだったかっていうと、画面に出しますが、見なくてもいいように説明しますね。で、与党っていうのが、政治をする、政権を持つ党ですね。で、今は、自民党というのと、日本維新の会、維新って呼ばれます。維新が一緒になって、やってます。で、それはなぜかというと、自民党は今回の選挙で、なんと316議席獲得したんですけど、その前は、ちょっと待ってくださいね。その前は198議席だったんですね。で、ちょっと思い出してほしいのが、衆議院の議席です。これ465なんですね。で、過半数だと233ですね。233。そうすると、公示前の198議席だと全然過半数に足りないんです。それで、維新とくっついて連立にして、一緒にやってたわけです。で、ところがですよ、今回自民党は単独で316議席を獲得しました。で、実はですね、衆議院の3分の2を持っていれば、まずは過半数なんですけど、3分の2持ってたら、かなり好きなことができるんですね。で、衆議院の3分の2は310です。そうすると、もう自民党単独で、かなり好きなことができる。という結果になりました。だからどうなんでしょう。もう正直なところ、維新と連立を組む理由はなくなったと思うんですよね。だからってね、勝ったからってこう、パッと切り捨てることはないと思いますけど。はい。で、じゃあこの、自民党の票がどこから来たかなんですけど、選挙前から118票増えてるんです。これとんでもない数なんですけど、で、そうするとですね、野党の一番大きいところが、中道改革連合っていうのがありました。あります。で、ここがマイナス118議席なんです。あら、ぴったりってとこですね。だからそこからこっちに、中道から自民に行ったって考えられます。で、中道ってのが何かっていうと、ですね、もともとは立憲民主党っていう野党で一番大きい政党があります。そこと、公明党っていう、宗教団体が支持母体の、政党があります。
そこがくっついたのが、中道改革連合です。で、今回、この中道がもう自滅に近いことになったわけですね。中道が自滅して自民党に票が流れたと思ってます。だから自民がこんな圧勝した理由は、一つに、中道が自滅した。で、それが全部高市首相の人気により自民党に流れたということなんじゃないかなっていうふうに思っています。その中道の自滅については、ちょっとメンバーシップの方でお話しします。で、今回の選挙の投票率が 56.26% でした。これはつまり、4割以上は選挙に行ってないってことですね。これはどうですか？皆さんの国と比べて、日本の人は選挙に行ってますか？行ってないですかね？どうなんだろう。日本は割と選挙に行かない国のイメージがあります。で、それはなぜかっていうと、思うんですけど、私が思うには、なんか自分の一票で、変わる気がしない。ある意味、無力感みたいのもあると思います。あと、本当に何にも気にしていない。本当は生活ってすごく政治と関わって自分の生活は政治に影響されているけれども、その政治がなんかあまりに巨大に思えて、自分が何かできる気がしない。とか、あとは関係ないと思ってるんだと思うんですね。で、私なんかは割と、自民党がもうずっと強いから、どうせ何をしても自民党が勝つのではないかっていう気がいつもやっぱりしてるんですね。だからそういう意味でなんか無力感というか、自分が何かを変えられるっていう感じが本当にあんまりしないんです。で、今回は逆にまた自民がこんだけ圧勝したので、すごいなって思います。で、やっぱりこれはイメージ戦略が勝ったんじゃないかっていうふうに思っています。で、まず、国会を解散したのが1月23でした。で、選挙が2月8日。で、2月8日、8ですね。だから、何日間ですか？すごい短い間しかないんですね。その間にどこに投票しようって決めるわけです。で、どうなんでしょうね。みんなは何を考えてどこの政党に入れるんでしょうか。いろんな政党が公約っていうのを出します。こういうことをしますとか、こういうことをしますっていうのが、公約ですね。約束のことです。ただ私それを見ても、本当かなって思っちゃうんですよね。で、本当にやるのかなっていう疑いの目。あと、政権を取れなければ結局それはなかったことになりますし、そうなると、そんなに公約って私の中であんまり重要視しないところなんです。それより、その党が今まで何をやってきたか、そっちの方が重要だと思うんですね。何をやってきたかってもう明らかだから。ただ、明らかじゃないっていうか、それって自分で調べないとわからないことなんですよね。何をやってきたって。だからそうすると、そんな調べてる時間もないし、気力もないし、そもそもやる気がない。だからなんとなくその時のイメージで、投票することが多いのかなと思います。で、やっぱり今回、高市首相が、台湾有事に関する発言で、中国からすごい、叩かれるというか、中国との関係が悪化しましたよね。で、その時に、あれを良しってする人が、やっぱすごい多いんだと思います。日本ってすごい弱いイメージがあるんですよね。なんだろ
外交的に強くないっていうか、結構いろんな国の言いなりになるようなイメージを持ってる人が多いような気がします。だからその中で、強気の姿勢っていうのが、やっぱり歓迎されたのかなっていう気がします。で、あと今自民党のスローガンが日本列島を強く豊かになんですね。やっぱり言葉が強いんですよね。すごくインパクトがある。で、こういうのも、さっき話した内閣のクリエイティブディレクターによると、電通が考えているそうです。これが実際そうかはわかりませんけど、やっぱりね、これだけインパクトのある言葉っていうのは、誰が作ってるのかな？まあね、ともかくこういう印象ってやっぱすごく大事なんだと思います。はい。なんでこれが私の思うその自民党の今回の圧勝の理由、イメージ戦略が勝ったところですね。そう、だから例えば失われた30年ってよく言われるんですけど、日本が。その状態にしたの誰なのって思ったら、それは明らかじゃないですか。それとか、それを首相が女性になったからって変えられるとは思わないんですよね。そう、だから女性っていうことをすごく上手に使っているなっていうのも思います。じゃあ最後に、今回の選挙で私がすごい感じたのは、どの政党であれ、3分の2も議席を獲得してほしくなかったなってとこです。3分の2あれば好きなことができます。だから、その政党がこっちって言えば、もうこっちになっちゃうんですよね。だから、右であれ、左であれ、どっちであれ、3分の2を取らないでほしい。それが私の正直なところです。一番いいのは、なんとなく、均衡してる。均衡って、力の釣り合いがなんか取れてるような感じ。そうやってお互いがやってるうちが、政治的にはもしかしたらなかなか進まないかもしれないけど、なんかまだいいなっていう気がね、私としてはします。そう。なので、まあまあ、本当は、均衡を取れるぐらいが良かったなっていうのが私の正直な気持ちです。はい。じゃあ、なんか最後、取り留めがなくなりましたが、今日の動画はここまでにします。私が喋ったことは、最後の方はね、全部私のただの個人的な、見解というか、個人的な意見です。なんか違うよって思ったら、ぜひコメントに書いてください。質問をもらっても私は答えられないかもしれないです。よく知らないことも多いので。はい。なので、いろいろ気になったことがあったら、調べてみてください。あと、最初に言った安倍元首相の、クリエイティブディレクター、クリエイティブマネージャー、なんだったっけ？その話をしている動画のリンク貼っておきますね。概要欄に。もしなかったら教えてください。はい。では最後にメンバーシップの方のお名前を言います。読み方が間違っていたら教えてください。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、レイドさん、キム・ヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌア・イシルメさん、チチさん、シン・グアンキルさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピー・アビーさん、ウンメ・シュガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッキヨクさん、チャンドルさん、クリスティーナさん、オー・ウェンハオさん、BB ガンメイク・ピースさん、チャールトン・ローさん、グエントゥアン・アインさん、ジョ・ミンジェさん、チャン・ジテさん、ビッグガスさん、カンチョさん、リン・シェンシュンさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、リョウ・スイエさん、フー・カイジュンさん、ジュールド・オーデさん、キャサリン・岡本さん、アーダーさん、イェンイェン・チェンさん、グオ・スーシェンさん、アン・リリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、アンビカ・ウプレティさん、ホア・グエンさん、BC ユンさん、ハン・インスさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。感謝しています。入っていない皆さんもよかったらぜひご検討ください。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。